さんこんばんは、イムソラです。俺の番組ソラ先輩カーブが始まります。今日は先週と先々週と同じくこの方に来ていただいております。浜健人さんです。どうも浜健人です。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。ということでね、でも浜ちゃんもうこれ第3部なんです。さようならなんですね。やだ。やだ。6部ぐらいまでやる。6部までネタあるか？最近のゲーム事情はみたいな。確かにね、この収録と収録の間にも話しちゃったもんね。いやあれ結構本当に俺も結構あったりするから深掘っていったら結構出てくるんだろうなって思った。ガチゲーム会社の人と議論交わす。あ、本当。なるほど。これが最後の企画ですので、俺はねなるべくこの番組は俺の好き勝手にやりたいなと思っていて、はい、せっかくプロの方が来ていただいているわけですよ。ということで俺はねそのプロの方の、お仕事のほんのかけら部分みたいなところをちょっとでも目の前で見れたらなと思って、で今回のこの企画は先輩レッスン無茶ぶり朗読劇。あ、朗読か。じゃあいいよ。できるよできるよ。この朗読劇はですね、朗読をしてもらうわけよ。一応この俺が適当にささっと書いたエセ人魚姫という朗読劇を。なんか手元にありますけども。そう。しかしその読んでる時に俺は途中で幼稚園生とかお姉とか言い出すので、そのキャラに何きって言ってほしいの。断る。ダメー。いやでもさ、空もやるんでしょ。俺も当たり前でしょ。なんでやんなきゃいけないの？これ先輩レッスンよ。先輩命令はそっか、体育会系だよ。そうですね、先輩わかりました。じゃあ俺もやらせていただきます。俺の力量というのを先輩に見せつけてやろうと思います。心の準備はいいですか？もういつでもいけるよ。本当？いつでもいけるよ。さす伊が。達に先輩から無茶ぶり振られてねえから。そうね。伊達に体育会系を8年もやってねえし。鍛えられてるわけか。伊達にやってないよ。それではエセ人魚姫朗読劇スタート。深い深い海の底に人魚の王様のお城があり、そこにはとても綺麗な人魚姫が暮らしていました。おじいさん。ある日、人魚姫は言いました。猫。早く15歳になってもって人間の世界見てみたいわ。酔っ払い。人間たちの世界で15歳になると海の上の人間の世界を見に行くことができるんだってさ。普段の浜健人。はあ、すっげえ人間ってこんな大きなもん作るんだ。ロボット。人魚姫は初めて見る船に大はしゃぎ、そこではパーティーが行われていて、中にはとても美しい少年がいました。おねやったー、ドストライクイケメンじゃないのよもう。そのままおねしかしなんか下げっぽいよ。突然嵐がやってきて、なんかイケメンが乗った船が飲み込まれちゃったみたいな。アイドル。全員は助けられないけど、せめてイケメンだけは。人魚姫は命を懸けてイケメンを救出し、浜辺へ運び懸命に看病しました。インテリメガネ。そこへ一人の若い娘が走ってくるのに気づいた人魚姫は急いで岩の陰に隠れます。ヤンキなんなんだよあいつ、私のイケメンに触るんじゃねえぞボケ。セクシーなお姉さん。私が人間だったらこんなに隠れたりしなくていいの。酔っ払い。ストロングゼロ1本。人魚姫は魔女の元に向かって、なんだっけ、人間に早く人間になりたいっつって願ったんだってさ。熱血主人公。人間になってもそのイケメンと愛し合えないと泡になって死んじゃうんだぞ。いいのか。それに叶える代わりにお前の声をもらうぞ。
攻撃を受けてボロボロになっちゃった主人公。全然問題ねえぜ。俺可愛いもん。敵役。人魚姫は自信満々だったが、すでにイケメンの心は若い娘に奪われていたのです。主人公にとどめの一発を当てようとしている大魔王。こいつイケメンのくせに一途なんだな。メラゾーマなんなのよもう。ラッパー。韻を踏む方のラッパー。そして人魚姫は消える、俺も消える。皆さん人にラブしてもらうってことはそんなに簡単ではない。俺はこんな人知らないとしっかり覚えておきましょうね。おしまいおしまい。ありがとうございました。浜ちゃん楽しいね。浜ちゃんってあのさ、打っていいのは打たれる覚悟のあるやつだけなんだよ。それなんかどっかで聞いたことがあること。ルルーシュの名台詞なんだけどさ。そうね。これは楽しみだぜ。バーチャル YouTuber の本気が見れとってめえ当たりら。前でしょ。完璧よ。ちょっとちなみに、一応覚悟は持ってるんですけど、なんかこれコツはあるんでしょうかね。先にちょっとコツ？コツ。いやだから声だけになろうとしちゃダメよ。体ごとやったら声なんて勝手についてくるから。よし、まあだいぶできるでしょうきっと。楽勝だよな。多分ね。じゃあ人魚姫よーいスタート。深い深い海の底に人魚の王様のお城があり、そこにはとても綺麗な人魚姫が暮らしていました。ある日人魚姫は言いました。ライオン。早く15歳になってワンワンワーゴールデンレトリーバーワン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 15ー。あ、じゃあおね。ふわーすごい。人間ってこんなに大きなものを作っちゃうの。どんだけ。それ IKKO さんだから。アムロレイ。父さんにぶたれたことがあってなかったのにこいつはそんな父さんよりもイケメンだぜ。俺のドストライクだ。少年。しかし突然嵐がやってきてイケメンの乗った船が海に飲み込まれてしまいました。その少年の彼女。全員は助けられないけど、せめてあのイケメンぐらいは助けてあげてもいいかな。じゃあ空のお父さん。空のお父さんどうやって喋ったか。浜ちゃん難しいこれ。浜ちゃん難しいんですけど。今までいろいろ振られたんですけど、俺この無茶ぶり朗読劇一番難しかった。これさ、やっぱりさ、想像力とか瞬発力大事なんですってね。いうのを俺はデビュー1年目からもう延々とやらされてるから。声優さんはなんかこういうなんかこう無茶ぶりにやらされるの？やらされるよ。あ、本当？なんで？それはトレーニング？それとも違うよ。何？ラジオコーナーで急にやらされるんだよ。なるほどね。浜ちゃん的にこういういろんな役をやってくれって言われた時のコツは何なのこれ？ストックしとくことかな。その場で多分思いついてもできないと思うから、あらかじめなんか見といたりどっかでなんかやっとくことがすごい大事かも。引き出し多くしとくってこと？そう気になった漫画とかを音読するのがすごい大事な気がする。結構それやってる？めちゃくちゃやる。そうなんだ、確かに漫画でそれやったらいろんなキャラクターとかね、シチュエーションとか出てくるから。そうでなんか大体主人公とか自分の好きなキャラクターばっかり音読しがちだけど、そうじゃなくって普段はやらないような敵役とかもたまにやってみたりするとなんかいいかも。ということで、じゃあ先輩レッスンは終わりでございます。はい。ということでね、ここから俺は浜ちゃんに2つお願いがございます。聞こう。はい、まず1つ目はそのダイニングで使ったガチャマシーン、そちらにサインを入れてください。いいだろう。お願いします。サインバッチリ書かせていただきました。楽しかったの一言。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それは俺がお金に困ったらメルカリで売るものとなっております。半額ください。はい。そしてね、もう一個。この番組を通してね、俺は世界の人をちょっとでも元気づけられたなと思っているわけですよ。でゲストには浜ちゃんのような夢のようなお仕事で活躍している人が来ているということで、その夢を追うような人は世界中にいるわけです。
そういう人たちに向けてメッセージをお願いします。やらない後悔よりやってからの後悔だと僕は思っていますので、一番いいのは自分の目指したことがうまくいくこと、自分の理想の形になれることだと思うんですけども、もしそれが叶わなかったとしてもその経験っていうのは絶対他の、自分の人生の中の彩りに生きてきますので、いろいろやってください。たくさんのことに挑戦してくださいね。それがあなたの糧になりますね。今後も僕もどんどんいろんな、活動をこれからもっともっと続けていくので、皆さんのその挑戦の糧に活力になればいいななんて思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんかこう浜ちゃんって応援したくなるような人だなって思いました。ありがとう。そう応援して。なんかそうちょっとなんかねこう親近感っていうのかな、なんか少しなんかこう近いところもあるのかなって感じられるけれども、だけどやっぱり活躍している人だからさ。ありがとう。ありがとうございました。こんな番組に来てくれて。とんでもない。次回はなんかシンガポールに呼んでいただけるみたいでね。そうですね。シンガポールバージョンということで、すそちらのじゃあ費用に関してはすべて事務所からはい、ですね。浜ちゃんの事務所の方からね請求させていただきますので。ケンプロにお願いします。はい、じゃあ最後は一緒に Thank you バイバイって言って終わりましょう。また機会があったら来てね。ぜひ呼んでください。それではせーの Thank you バイバイ。浜ちゃんでした。ソラリンでした。ありがとう。チャンネル登録してね、今すぐによろしくね、よろしくね、よろしくね。